西川さん、こんにちは、よろしくどうぞお願いいたします。本日はですね、米つがを、西川さんのお客様からのお預かりだと思うんですけれども、今日は米つがについて、ちょっとお時間を割いて作っていただければと思いますので、西川さんよろしくどうぞお願いいたします。はい、わかりました。結構ですね、米つがというのはですね、この信州なり、こちらの方にもだいぶ山に生存しているというのを聞いておりますが、でなんか非常に盆栽界の方でも、非常に、興味のある方がたくさんいて、はい、持ち込んでいる方が多いんですけども、結構西川さん質問される方がですね、はい、厄介なんだよと、はい、個性がなんかある木らしくて、はい、いろんな部分、管理なり手入れなり、はい、西川さんの今までご経験してしたことの中で、はい、ちょっと米つがについてですね、お聞かせ願えたらと思いますので、はい、一つ一日よろしくどうぞお願いいたします。はい、じゃあ一つお願いいたします。はい、はい、お願いします。はい、早速では、はい、始めます。この米つがはですね、はい、おそらく小さい細い時におそらく山から取られたものなのだろうなという想像をします。それでもう鉢へ入っておそらく30年ぐらいは経っているんだろうなというような感じですね。それで山にいる時は非常に寒さの強いところ、標高でいうと1500メートルぐらいのところにおそらくあるんだろうと思うんですが、そういうところで育っている関係上、非常に山のものは太りが鈍くて、なんて言いますかね、自然味に豊かなものが随分あると見受けられることが多いんですね。でもこの木の場合は、細い時に持ってきてますんで、もう山っ木の雰囲気というよりも、もう里で作ったという雰囲気が木に現れているわけですね。ただ、やはりいつものお話の中で出すように、非常にいいのはまだ枝が細いもんですからね、雰囲気がいいんですね。これがもし幹と枝の太さが同じだったらもう本当に盆栽としての魅力が半減してしまいますから、非常にこういう幹との枝のバランスっていうのは非常によく保たれてるなと思ってます。それでこの性質的なことをお話しますと、寒さには非常に強いんです。ただ夏場ですね、6月過ぎた頃から暑くなってくると、場所によっては寒冷車の下へ置いたり、またはちょっと木の影、日陰になるようなところへ午後暑くなる時間等は置いてあげた方がいいのかなと思います。そうでないと直射日光が当たるとこれ早木に起きるんですね。よくお客さんの木でもそういうものを見受けられるんですが、もう6月過ぎたらちょっと早木起きるから半日陰または寒冷車の下へ置いていただくようにというような話はよくするんですが、そんなことをちょっと頭に入れておいてもらえればと思います。あとは難しいというか、非常に米つがの場合は、これから針金かけて手入れをしていくわけなんですが、針金をかけて今ちょうどもう3月入ってるんですが、おそらく4ヶ月後には針金食い込んでしまいますから、この時点で針金が食い込んだらもう外していってもらわないと、食い込みっぱなしでいってしまいますと、今度は非常にその針金の食い込みが治りにくい樹脂なもんですから、そこは気をつけていただければなと思いますね。それをほっとくと本当にもう飲み込んでしまったらもうほとんど治りませんから、そうすると太さが針金を食い込むことによって幹の太さが上も下も同じ太さになってしまったり、またはコブ状になって非常に見苦しくなりますから、その辺も注意しながら、これから、そうですね、3、4ヶ月の間は気をつけて観察しながらいてもらうということが大事じゃないかなと思います。それと、これから4月、5月入ってきますとね、この新芽がどんどん伸びてきます、これから。その時にやはり時期が時期ですから、目摘みをしてあげるってことが必要になってきます。そうでないとどんどん伸びていってしまいますんで、その時期には江戸松屋なんかでもよく言われるんですが、新葉の2葉ぐらいですかね、残して新芽を取ってあげることで目摘みということもできますから、私なんかがやる場合には、極端な話をするようですが、新芽の玉になった時点で取っちゃうこともあるんです。それでまた桶を吹かせるという考え方もあります。先ほど話したように、新芽が葉になって、新芽の葉っぱを
2つ3つ残して切るという方法もありますけれども、そちらは一番皆さんがやってるやり方なんだろうなと思います。ただ私自身は自分でやってきてる中では、新芽が玉になって膨らむ状態の時にもうまだ開かないなっていう開く寸前ぐらいの時に玉ごと取ってしまうということで、風呂葉のところへ新芽を持たせるということも経験上やってますので、そういうことももしやってみたいなと思われる方がいたらやってみてください。芽は吹きますから。そんなところでエゾマツじゃないこの米ツナって作り方を覚えてしまうと非常に作りやすいんですが、何とも言いますけど、針金だけは食い込ませないように気をつけていただくっていうことがまず重要かなと思います。それではこれから早速ちょっとね針金をかけて木を作っていこうと思いますが、文人というような雰囲気の木なのか模様木というの雰囲気なのか、ちょっとこうやって見ると文人風に見えるんですがね、これから木の姿が変わっていくと思いますので、ちょっとその辺はまた見ていただければと思います。じゃあ作業始めます。この辺が大体正面なのかなということで今見てるんですがね、やはり立ち上がりからこうちょっと曲がりながら上がってますからね、他を見るとちょっと、模様がこっちから見るとやっぱり木が後ろなんですよね。こちらで作っても作れないことはないんですが、やはりちょっと面白みという点ではちょっと欠けるのかなというような感じがしますね。やはりこっちが正面かなということで今考えてますんで、作業を始めてみたいと思います。これだけの枝しかないのでね、大きな枝を抜くってことはおそらくないだろうなとは思います。ただ、小枝の部分がね、枝葉が多いもんですから、随分抜けるのかなというようなところは出てくると思いますがね。いつものように派手に枝をどんどん抜くっていう作業は、この木に限っては今回はないのかなというような気がしますね。それでこの木は今まで一度も針金かけてないもんですから非常に枝が柔らかいですね。だから非常にかけやすいんですね。でもここできちっとしてしまわないと今度2度目になると針金を引きづらく枝も硬くなりますのでね、やはり最初が肝心ですからここで木姿をきちっと作っていくということが求められていくのかなというようなことで今作業してますから。
ね、文人風と思えばこの枝なんかがちょっと下すぎていらないのかなっていうような風にもねちょっと見られるんですが、まあ文人風ということじゃなくて作っていきますんでね、この下枝も今回は、使っていこうかなと思ってます。このまあ樹脂に関係なくこの枝の付け根ですかね、ここの針金は絶対緩まないようにかけないと、ここで隙間緩みを持ってしまうともうこの先いくらかけてもこれ針金効かなくなりますからね、まあ、かけてみるというようなことをするときにはその辺は注意してやってみてください。ね、皆さんおそらくちょっと画像見てて思われるのはこの照明枝いらないのかないるのかなっていうようなことをね、おそらく考えてらっしゃる方もいるんだろうと思いますけども、こういう枝は照明枝なんですけれども、やはり今回はこれを使う必要性は考えております。それとどうして使う必要性があるかというと、まあいるからということが結論なんですが、この枝が非常に細いんですよね。こういう枝は使いやすいんですよね。これがもし太かったら私どもも取りたくなります。でもやはり枝が細いことで違和感がないんですよね。だからその辺も一つの枝を残す中の考え方として木造りの中では考えています。それでですね、これねいろんなふうに枝が出てるんですが、これはもう多少ね根詰まり起きてますんでね、あっちこっちの枝がもう随分枯れてるところもございましてね、その辺もこれから取っていこうとは思います。ただ皆さんこれから枝を切るときに米綱の場合には気をつけていただきたいのは、付け根からこういう枝の出てる付け根、ここから切るってことはやめてください。これを切るとここでコブになりますから、米綱の場合特に。だから多少見苦しいなっていうことをもし思っても若干軸を残して切っていただきたいんですよ。これを付け根から切るとここで必ずコブになりますから、傷を巻こうとすることでコブをこう表してきますんで、米綱の場合はそれだけは私は過去に何回もやってて経験をしてますから、お客さんにもその点は付け根からは切らないでくださいと、必ずこういうふうに陣を残すと。それと皮を剥く時も今切りました、皮を剥きますって言って、この付け根から剥かないでください。この付け根から剥きますと必ずこの付け根でコブになります。これはもう過去にやられてるもんですから、これもうコブになっちゃってるんですよ、この付け根で。これを切ったところから1センチ2センチ手前で皮を剥いておく分にはいいんですが、この幹の付け根まで皮を剥いてしまうとコブになりますから、これが最終的に見苦しいという結果になりますから、その辺も気をつけて必ず皮を1、2センチ残して皮を剥いておくというふうに考えてください。それがまあ一つこの米綱の枝を剥く時の考え方として必要なのかなと思ってます。
小根詰まり気味ですからね、やはり枝がこう枯れ枝を出してくるんですね。根詰まりをしますとね、やはりちょっと植え替えがね、去年あたりやっておくと随分違ったんでしょうけどね、今年やってもらうということで回復はしていくと思いますが、非常に根詰まりによって枝を枯らすというのは植物の生理的なことですからね。非常にこの米津がもう初めて針金かける木っていうのは非常に枝が柔らかいですからね、枝が自由に曲がるということで考えれば非常に今やりやすい時期なんですよね。時期もありますし、枝も柔らかいということで非常に作りやすいですよね。枝に柔軟性もありますしね、無理しても折れるということはあんまり、ないとは言わないですけど少ないですからね。いつものように大体大きな枝をこれから配置していきますんでね。
エゾマツも米ツがもう、同じことが言えるんですがね、針金かけるときに葉っぱをこう包み込んじゃうようにかけないってことですね。こういうふうにね、よくねかけてて皆さん針金と同時に葉っぱまで包み込んでしまうんですよね。そうじゃなくてやっぱり葉の間をこうね、こう葉をよけながら間をかけていくっていうのがやっぱり描き方の基本ですからね。そこをちゃんとねやっていけば随分いいとかかってますけどね。これだけの枝の量っていうのは必要なくなってきますね。こうやって描き始めてきますとね、だんだん枝の量っていうのは減らしていくのが手作りでしょうからね。日本のいろんな芸術とか文化ってものは昔から言われてるんですが、やっぱり引き算なんですね。足した後は引くしかないんですよね。でもやはり引くというのが非常に難しいことで、引き損ねるとおかしなことになってしまうし、引かなければまたおかしくなってしまうし、非常に難しいところだと思いますよね。日本のこういうものっていうのはそこにあたかもあるかのごとく見せるという部分が絵の世界でも、防災の世界でも通じるところがあるのかなというような気がしますけどね。あるからあるっていうよりもそこにあるように見えるでしょというそういう文化がやはり絵の世界にも防災の世界にも通じるところがあって、その辺を想像してみてもらうってことも大事なのかなと思いますよね。そこに枝があればいいのにじゃなくて、ないからこそそこに動きが見えるんだよっていう、そういうところもやはり盆栽ってものにはこう理解してもらって楽しんでもらうことが大事なのかなというような気がしますけれどね。なかなかね、そうは言ってもないものはないじゃないかっていうことになってしまうんですが、ないからダメなんじゃなくて、そこをどう楽しむのかどう見るのかというところがやはり盆栽の作り方、楽しみ方の一つかなというような気がしますけどね。今のこの操作してる枝なんていうのは今は手繰ってるんですがね、将来自然にそこ行ったのかなというような雰囲気に必ず見れる時が来ますからね、その時のために今こういう操作をしてるんですよね。手繰りってことは私もあんまり好きじゃないんですがね、でも手繰ることによって将来そこに動きとして感じ取れるものが出てくるとしたならば、それも必要なのかなというふうに考えるってこともありますよね。ただ枝をまっすぐに使わないってことですね。直線の枝で使うとやはりバランス悪くなりますから、必ず枝というものは曲げて使う、または横だけの動きじゃなくて上下の動きも必要ということでね、やっていくことが望まれるのかなというような気がしますよね。だから盆栽をよく見ていただけると、そういうところもきっといろんな面で見えてくる時があると思いますんで、またその辺も注意していろんな木を見るときに参考にしていただければと思いますのでね。でもこうやって見てもらっても随分雰囲気変わってきてると思いますよ。非常に味のいい木になってくるんじゃないかなということがもう木に現れてきてますね。
今かけてるこの枝なんですがね、これなんかはやはり言葉で言えば立ち枝なんですよ。でもこの立ち枝を使わなかったら樹幹部の後ろの姿の形成ができないものですからね、使うんですが、だから理屈でいう立ち枝だ下がり枝だっていうことだけにとらわれてしまうと、こういう枝を使うことができなくなりますから、その辺はどう考えるかなんですよね。理屈で考えてしまうのか、その木の持ち味として必要だから使うのかというふうに考えていかないと木作りはできませんから。全て理屈ありきでいくと、皆さんよくお話に聞くんですけども、最初から枝取っちゃったって、なんでっつったら理屈に合わないからみんな取っちゃった、取ってから作ろうとしたらもう枝足りなくなりますからね。だからその辺はあまりそこにとらわれないと。でもまるっきり無視していいんだよということを言ってるわけじゃないんでね、その辺が非常にこの木作りの中で難しいところがあるんですよね。理屈じゃないところもあるっていうところが難しいところでね、理屈も知らなければダメ、理屈だけでもダメっていう、非常に盆栽というのは本当に厄介なところがありましてね大体木の雰囲気っていうのは出てきましたね。まだちょっと枝の幅りが大きいんですけどね、これから曲げることによって木が締まってきますから、見ていてくだされば分かると思います。